いやーまあ今回のテスサバ設定が低いんだろうか。600メートル射程の割には、全くと言っていいほど火力でないんだね。いやーねー、次回、実装予定の新型、ホーミングビームなんだが、まあ確かに、遮蔽物を迂回し、敵にヒットする。ってとこは、かなり使えるとは思うのだが、いやーそれでもだ、アミットに装備させ、軽武器と中武器の4スロット合計で1秒4万ってね。いやほら運営よ、ブンブン火力ぶっ飛ばせておいて、がっちりマネーをミリオネアでしょう。コンセプトって、違うのかしら。そうだと思うのだが、これじゃあ売れないと思うよ。もっとぶっ飛ばそうぜ。軽武器一つで20万とか。次に、ただいま絶賛発売中のスナイパー系のエネルギー武器だが、飛距離が伸びるほどその火力は増幅するよね。マソコンとこを確認します。まずは近接での火力から途中リロードも含め、ほぼ連続ファイアリングは19。で、その連続ダメージは9万3000だね。それじゃあ次に、飛距離変えて1000メートルではどうだろう。まあなかなかこの距離で19ショット連続ヒットってのもほぼありえないだろうが、そのダメージは18万7000か。するとほぼ2倍のブーストとなってるようで、まあ、どうだろう。これいらないね。アップグレードせず、大事にコレクションしておこう。それじゃあ本題へと。今回の試みとしては、次の鉄くずか調整により、これらの標準武器はほぼ半分程度のダメージに低下するでしょう。火ダメバフでの比較だと、重武器が現在の軽武器と同じ火力だね。すると当然、今はワンパンできる取れてた状況から複数回ヒットさせなきゃとなる。まあこれじゃかなり、近接戦に持ち込んでのバトル、厳しくなりそうだって思ってね。そこで、耐久性スコアはバルカンの次に高いとこを考え、一気に近接に持ち込まなきゃ、これ相当のバトルタイムになるよねって思ってね。雪山だって、難なく敵地に乗り込める耐久性だし。そこで、アミットは、軽武器中心装備のダメージなんで、さすがに近接戦の時のような火力は期待できないでしょう。そこで、基本ダメージは低くとも、敵の耐久値の 1% を火力に上乗せする ARM ならば、武器タイプに影響せず、敵の耐久値次第で、ある意味バフされるからね。なので、バトル中盤までは、他のボットでビーコン攻めに行っておいて、中盤頃合いに、そろそろ、タイタン出撃かなーってタイミングで、アミットを出撃。もう完全にタイタン一択しようって感じで、稼げるだけ累計ダメージ稼ぐってのはどうだろう。まあアミットの耐久性スコアなら、そうやすやすとはタイタンにたやすくと化されることもないだろうしね。ちなみに、アミットの火力スコアだが、内蔵武器を評価入れずの状態でもアナクソルに劣ってるし、強烈なアビリティダメージでもありゃ別だが、スローダウン効果だからね。ボットの DPS がかなり低い、なので総合戦闘力スコアも高くはないのだが、ならばトップクラスの耐久性スコアを活かす方法だよね。せっかく貴重な資金を投じてあっさりと鉄くず化される。だから次々と有名配信者の腕前に憧れて、もしくは常にメタなボットや武器で勝ち続けなきゃって、そう囚われ続けてるなら、まあ解き放されてみてはどうだろう。鉄くず化された後がスタンダード。そしてこれをどう工夫しバトル楽しむかってとこも考えてみよう。話を戻そう。この ARM 装備でタイタン専門だと、ダメージバフでなくスピードバフの方が相性いいんじゃないかと思ってて、もともとパイロットスキルはスピード重視なのだが、ドローンについてはもう割り切ってしまい、スピードバフだけをその効果として評価する。まあ割り切ってしまうだね。これもいいのかもしれない。イージスシールド展開の10秒をいかに有効に使えるか。またタイタンからの防御も考えるとね。センターを担うボットではなく、敵を選ぶ専門職に徹するボットとして、このアミットはまだまだ使えるように思えるね。特に今回の鉄くず化の内容は、カッチカチの通常モードでの防御と、アビリティ効果に絞られてるからね。要するに、ぶっ飛んだ耐久性をぶっ壊す運営の盲点とも言えるね。アミットの構造的な耐久性スコアを変更しないから、使い方次第じゃ、まあそう大差ないってことにもなりそうだし。
ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。